ようこそレオチャンネルへご視聴ありがとうございます。2023年11月、南アメリカ大陸北部、ベネズエラで活動する動物保護団体パティカスポリュダルは、多くの車が通り過ぎる大通りの真ん中で捨てられた犬の救助依頼を受けました。一部始終を見ていた親子によれば、突然やってきた車が道路の中央で停止し、ドライバーの男が車から降りて、一匹の犬を道路に放り出し、そのまま立ち去ったとのことです。ガリガリに痩せ細った犬は非常に人慣れしており、危険な状態であると判断した親子は、犬を安全な場所に誘導し、地元で有名な保護団体パティカスポリュダルに救助の連絡をしました。駆けつけた団体の救助スタッフは、連絡をくれた親子にお礼を告げると犬を車に乗せ、日頃から活動を協力してくれている動物病院へ車を走らせました。病院での受付時に、スペイン語で愛を指すアモールと名付けられた女の子の犬は、すぐに診察台に乗せられ、詳しい検査が開始されました。アモールは、極度の栄養失調の状態にあり、一体何日、何週間、まともな食事をとっていなかったのでしょうか。体中には多くのノミやダニがおり、アモールに耐え難い苦痛を与えていました。詳しい検査の結果、アモールは極度の栄養失調と脱水症状のほか、マダニが媒介するアナプラズマ症とエーリキア症に感染していることが分かりました。犬のエーリキア症は、熱帯地方で発生する広範で深刻な感染症で、マダニによって媒介され、犬の白血球を攻撃します。主な症状には発熱、貧血、体表面の天井の内出血跡や鼻出血、食欲の低下、元気の消失があります。また、アナプラズマ症は、犬熱または犬ダニ熱としても知られ、血小板として知られる血液凝固細胞に影響を与えます。そして、症状には、エールリヒア症と同じく、元気や食欲の低下、発熱などが挙げられます。慢性的になれば、治療に1ヶ月を要したり、骨髄までに影響が出ていれば予後は悪くなりますが、急性期に適切に治療を行えば、予後は非常に良好です。獣医師によれば、まだ1歳ほどと若いアモールは、幸い、早期に治療を行えば完治する可能性が高いと言います。おそらく、アモールの元飼い主は、何週間も満足な食事を与えず、病気になった後も、治療することなど一切考えず、厄介者を追い出すように、路上に放置したのでしょう。その日から、アモールは入院し、抗生物質などの投薬のほか、すべての犬たちにとって、最も基本的な毎日の食べ物と人間の愛情を受けることになりました。救助から数日が経過すると、栄養失調とひどい下痢に悩まされていた症状は緩和し始めました。しかし、飢餓や栄養不足が続くことによって、アモールの胃が小さくなっているため、少しずつ胃を発達させるために適切な量を与える必要がありました。少しずつ明るい表情を見せ始めるようになったアモールでしたが、介護スタッフたちは彼女が特に人間の男性に対して非常に怖がっていることに気づきました。まだ幼く子犬で無邪気であるはずのアモールが突然人間の男性を見ると、体を緊張させ、尻尾を下げている行動は明らかに違和感があります。アモールは飼い主の男性から日常的に飼育虐待を受けていた可能性がありました。おそらくお腹が減ったと飼い主に訴えても食事さえもらえない日々が何週間も続いたのでしょう。アモールの小さな体は彼女が今まで経験した全てを物語っていました。救助されてから2週間が経過すると、アモールは大きな変化を遂げています。アナプラズマ症と
エーリキア症の治療はまだ継続する必要がありましたが、ようやく病院を退院し、団体の保護シェルターに移動することができるまで、元気に回復することができました。救助から20日目、通院を続けていたアモールに、恐ろしい病魔が襲いかかりました。ピオメトラという子宮内膜の異常な蓄膿症が発見されたのです。ピオメトラは緊急の状態であり、放置すると犬の生命を脅かす可能性があります。治療は通常、子宮全体の摘出、子宮摘出術が必要です。すぐに行われた緊急手術は、幸い無事に成功することができ、アモールは命の危機を免れました。これにより、再発のリスクを最小限に抑えることができます。ピオメトラは、一般的に中老年の未去勢のメス犬で発生しやすいです。アモールは、まだ若く1歳ほどであることから、獣医師は発見が遅れたようです。手術から回復したアモールは退院し、その後も治療とケアを続けていきました。毎日の治療や入院費、そして食事療法を行うため、団体では SNS で寄付を募りました。アモールの物語は多くの反響を呼び、心を打たれた多くの方々からの寄付が寄せられ、それは費用のほとんどを賄うことができるほどだったといいます。救助されてから2ヶ月が経過したアモールは、すべての治療を終え、その体はもちろん、子犬らしく、無邪気な心を取り戻し、男性に対するトラウマさえ克服することができました。その姿を見た団体のスタッフは、旅立つ準備が整ったことを確認。アモールにふさわしい、新しい飼い主さんの募集を開始することになりました。そして、2024年3月、ガリガリに痩せ細ったアモールが路上で救助されてから3ヶ月。ついに、アモールは愛情あふれる家族たちの住む彼女の永遠のお家を手に入れることができました。アモールを迎えてくれた家族は、少し前に4年間暮らしたワンちゃんを亡くしたそうです。人間のお母さんだった女性は、悲しみのあまり、犬を再び飼うことをずっと拒否していたそうです。女性のそばで、ずっと深い愛情と忠誠を誓ってくれていた存在は、それほど大きなものだったのです。しかし、SNS で知ったアモールに興味を持った家族は、女性を連れ、団体を訪れました。大きな悲しみを経験してきたアモールを見た女性は、すぐにその小さな瞳に癒され、自身の心の中の悲しみが消えていくのを感じたのだそうです。アモールは新しい生活にすぐに適応し、彼女の新しい家族との日々を楽しんでいます。彼女は広い庭で遊び、美味しい食事を堪能し、暖かいベッドで眠ります。彼女の目は再び生き生きと輝き、彼女の尾は常に幸せそうに振っています。アモールの物語はこれからも続きますが、それはもう苦しみの物語ではなく、愛と希望の物語です。彼女の新しい家族と共に、アモールはこれからも幸せな日々を過ごすことでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録いただければ、とっても励みになります。よろしくお願いします。